この度はドローンを墜落してしまい、皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。ということで、とうとうやっちゃいました。まあ以前一回墜落というか、まあ葉っぱに絡まって普通に回収できて、別に正常に何も大丈夫で一回あったんですけど、で今回2回目で、とうとうやっちゃいましたね。木に引っかかってなんとか回収できましたけど、この残党一応ケーブルキャッチャーでなんとか回収できました。木に引っかかってバーってやって落ちてきて、で下にももうかけてたんですけど、まあそんなうまくいきませんよな。はあ、お金ないのにお亡くなりになりました。アントニー・フォーさんで、今回も正直その木の葉っぱに絡まってで動かない状態になってしまって、でそんな感じで、最終そこから落としてしまって破損してしまったっていう形ですね。いつかは来ると思うんですね。でちょっとね、今回正直ちょっとっていうところで一回ちょっともうちょっと頑張ってみようっていう形にしてやってしまったんで、またこれをドローン操縦者の皆様にもまあご参考になればと思ってビデオにしました。で今回はですね、まあ山なんですけど、ちょっとね谷になってるところでやったんですよ。で谷になってるところで、そこのまあ底辺あたりからこう空撮していこうかなと思ったんですけど、実は言うとですね、以前に犬鳴山で空撮したことがあって、実はそこ上に上がらなかったんですよ。で、その症状とちょっとよく似てるなという形で撮影しました。で条件はちょっと悪かったですね。でずっとプロポあって黄色だったんですよ。ずっと青にならなくて、でまあでもそれでも飛ばすか、黄色でも一応飛ばせるとこは飛ばせれるんで、まあ飛ばそうかみたいな感じで飛ばしました。飛ばしてみてだいたいね約10メーターほどで一旦止まったんですよ。でその時は一応 P モードでやってたんですけど、10メーターで止まって、でこれ犬鳴さんと同じやなと思ってたんですよ。まあ冬だったので枝がいっぱいだったんですね。でこれ多分枝かなって思ってしまったんです。障害物センサーが働いて、実は言うと犬鳴さんの時に10メーターのところで同じような感じで止まったんですけど、そこで僕諦めたんですね。犬鳴さんの時なんかあるんやろうな思って、で飛ばしたらあかんのかなとか、あとセンサーがなんかおかしくて、で今回ちょっと頑張ってみようと思ったんですよ。でそれで、ATTI モードに変えてスロットの上にしたんですよ。ほんなら上がったんですよ、10メーターから。よっしゃほんならいけるやんとか思って、でバーって順調に上がって、大体多分ですよ約26メーターぐらいでまた止まったんですよ。であれおかしいなとか思っとって、でプロポーズずっといじくっとって、バーって見ながらいじくっとって、で
また ATTI モードにしたりとかしてバーってやってたりとか、でもこうメーターをずっと見てたんですよ。で、あかんなーとか思ってパッて見たらいなくなってたんですよ。で、あれどっか行ってるとか思って、やべえとか思って音の方をバーって振り返ると、なんか勝手にも流れていってしまって、その時にまあこれはでも難しいですよね。ドロー操縦者の皆様やったら分かると思うんですけど、テンパるんですよ。とりあえず何か起きたら、ちょっとでも何か起きたらテンパるんで、うわーとか思って、今思えばプロポの画面を見て開けてる方向を見て前方向のスロットを押したらよかったんですけど、もうその時はもうバーってこっち側にもう釘付けになってしまって、やばいやばいとか思って、で、上に押しとったんになんか上がれへんにで、上にやっても上がらへんかって、結局でそのままこうゆっくり中にバーってまた同じく木の葉っぱに絡まってそこで止まってしまったという形になります。でこっから死闘ですよ。こっから死闘でもう山やから車行くまで、だいたいそんななかったんですけど、200メーター、多分ねメーター数にすると200メーターとか300メーターぐらいなんですよ。そんなないんですけど山なんですよね。だから山の300メーターと平地の300メーターって全く違いますから。でそれで何往復したかな、5往復ぐらいしたんかな。で結局ね絡まったんがまた悪い位置で、だいたい地面から普通に計算したらだいたい12メーターほどかな、12メーターほどなんですよ、計算すれば。で12メーターほどで絡まってしまって、それ見た時に絶望感、これ回収できへんなとか思っとって、でも僕一応ね電気工事やらせてもらってるんですけど、その電線管があったから、で電線管丸々もアンテナ工事とかもするんで、電線管が法律上、3660mm、3.66 メーターですね、法律で決まってるんですけど、それがあったんですよ。であれあるとか思って、で当初その12メーターもあるとかわからないんですよ。そのもう見てて遠近感が分かれへんというか、上やから。でその 3.66 メーター、およそ4メーターの棒を持って、でだいたい地上から1メーターぐらいの木に登っ
て、で僕が 1.65 なんですよ。 1.65 で、1.65 の 3.66 5.31 5.31 なのか、ちょっと計算間違いしたら申し訳ない。 5.3 インチプラス1メーター 6.3 ぐらいまで伸ばせたのか、6.3 ぐらいまで伸ばせたんですけど、届けへんかって、もちろん12メーターぐらいあるから、でこれやばいなとか思っとって、でアンテナ工事で継ぎ出しできるやつがあるんですよ。それでなんとか次 3.66 もう一回継ぎ足して7.32 か、だいたい 7.32 になったんですよね。まあだいたい10メーターですわ。10メーターでも届かんかったんですよ。もし皆さんがドローンを墜落させた時のことを考えた場合、車に用意しといてほしいんですよ。それを想定して。で鉄やったら一応こうやってやってるともう速攻で疲れるんですよ、ほんまに。でほとんど作業できない状態になってくるんですよ。だから鉄物の棒はちょっとやめといた方がいいですね。それはすごい感じました。なんかちょっとしてからぜいぜい言って、ちょっとしてからまたやってぜいぜい言って、そんな感じですね。で結局よう考えたらあれやなとか思って、あれがあるわとか思って、ケーブルキャッチャーがあると思って、よっしゃこれいけるわ思って、でもねこれね、有名なドローンの YouTuber さんが紹介してしまったんですよね。紹介しようかな思ったんですけど、でケーブルキャッチャーは思って、ケーブルキャッチャーも結構高いんですけどね、安くて1万ちょっとぐらいするんですけど、ケーブルキャッチャーって配線するときにケーブルをこう引き寄せるために伸縮できる棒があるんですよ。でそれが一応ねカーボン製なんです。でカーボンで軽いんですよ。で僕の場合そのケーブルキャッチャー8メーターあったんで、それで結局あれじゃないですか、8メーターか思うとって、んで電線管 3.66 1本やったかな、1本で結束バンドで先固定してんで、1メーター上の木の上からですよ。めっちゃ怖かったですけど、こうやって必死でやって、ガンガンこの間ほんまあれ何時間かかった、3時間ぐらいかかったんちゃうかな。ずっともう往復して車4往復5往復ぐらいして、もうあれあかんこれあかんあれあかんこれあかんって結構死にそうでしたけどね。もうかなり体力使いましたけど、でもこれ回収しやな、もうやばいじゃないですか。次の日の朝行きゃいいんですけど、なんか下手に大ごとになっとっても怖いじゃないですか。だからとりあえずこの日に回収したい思ってずっとやってて、で当たったんですよ、バンバン。で当たってもなかなかね、やっぱし絡まっとるんで落ちないんですね。でようやくガーってやっても無理やりガーってやって、で下にもちゃんと毛布やってたんですけど、もう見事に外れてバーン落ちてきて12メーターからで、ちょうど横になってる木があったんですよ。そこにちょうどパーン当たって、なんかかけらがパーンってやっちまった修理やーとか思って、だからもうそれでとりあえず修理決定になったんですけど、でやっぱり僕が思ったことは、大概僕
動画とか見させていただいてて気に絡まったりとかしてるのをよく見るんですよ。でその時のことも多分ねあんまり考えて僕もなってから考えたんで結構ねそういう時のための道具も車で行くんでしたら用意しておいてもらった方がいいとは思います。特に山の中とか木が多いところですね。平地とかやったら全然大丈夫と思いますよ。その広場とかそんなんでしたら大丈夫とは思うんですけど、で一番いいんが鉄の棒やったらめっちゃ疲れるんでカーボン系とかそういうどうやっていいんですかね。であんまりしなるんはあんまり良くないんですけど、カーボンも多少しなっとったんですけどまだマシでそうですね、ある程度硬さがあって軽いものがいいと思います。で大体僕の場合は10人見たところで、やってしまったんでそんな感じですね。でここで今度はあれですよ、修理ですよ。ドローンの症状的には、もうジンバルから根元って言ったらおかしいですけど細いところの根元ですねからバッキリ折れて、でその電子制御する多分配線でフラット線もちぎれてて、でもう離れてるような状態と、あと結構な今日結構な音してましたわ。バーン当たってなんかどう言ったらいいんですかね。これね重いんですけど、これは12メーターからですよ。12メーターから落ちてその衝撃音を聞きましたけど、これ人死ぬなって思いましたね。いやマジでもうこれちょっとほんまに怖いなとは正直思いましたわ。でまあ結構な衝撃あって、わあまた修理高いやろなとか思っとって、でとりあえずまあ修理出さないといけないじゃないですか。で DJI の修理ネットで検索して栃木県がなんかでなんか工場か修理場があるみたいでそこに送るみたいな感じで、ネットで登録して住所とか自分の情報を入れて修理工場に送りました。で結構早かったですけどね、2週間も経ってないんちゃうかな多分。結構早くて帰ってきました。でその時がまあまあ大体料金がねバッテリーも入れたら45,312円やったかな、45,000円ちょっとだったんですけど、バッテリーはまあもう自分でそれを亀裂は入っとったんですけど基本的には正常だったんでバッテリーは抜いてくれと。でまたあかんかったらあかんかったであれ自分で買えばいいだけの話じゃないですか。ほんなら修理代が25,312円になってで修理しました。でまあ2週間も経たんうちに帰ってきたんですけど、でその時に一応製品番号あるじゃないですか。やっぱり製品番号変わりましたね。皆さん結構 SNS とかで見させてもらったんですけど結構製品番号変わってるっておっしゃってたんで、でやっぱり製品番号変わってましたね。これでもやっぱり製品番号変わるっていうことは全替えなんでしょうね多分。で25,000円ちょっと25,312円か。でもそれで全替えするっていうことは相当純利益大きいんでしょうね。中国やし。まあまあそんな感じで、ファントム4が帰ってきました。よいしょよいしょ、これですね。綺麗になって帰ってきました。なかなかのプロペラ、なかなかねいい感じですよね。こんな感じで嘘です。
よいしょ。こんな感じで書いてみてます。あ、プロペラも新しくなったな、多分。ベラも新しくなってますわ。おそらく、あ、いや、そんなことないかな。あ、いや、気づいてるわ。で、これね、一応、修理してもらったんですけど、これ、よう抜け取ったんですよ。405円結局、うちが払わないといけないんですか言って、もうこれ買った当初からこれ外れとったんですけど、あれなんかすごいしっかりしてる。こんなんやったやん。あ、外れになってる。これスパスパ抜けてね、買った当初からですよ。で結局それ言ったら一応直してくれてますわ。ただ405円はなぜか僕持ちという、そんな感じです。ファントム4って結構ね、いろいろあるでしょう。あとジンバルの方向も若干歪んでたんですよ。実は言うと我慢してたんですよ。一回ね、初めファントム4アドバンス買った時にだいぶ歪んでたんが来て、それはもう返品しました。でもう一回来て多少マシだったんでちょっと曲がってたんですけど、もう我慢してこういうもんなんかなって思って我慢して使ってました。結構 DJI のファントム4系あるあるじゃないかな。 SNS で誰かが言ってはったような記憶もあります。おっと危ないで。ちょっとお前これ負けてんちゃうか。どっから来ました。あ、まっすぐなったような気します。なんかしっかりしたような気します。あ、ここも直ってる。ここあるあるでしょ。これなくなるんですよ。あれ亀裂あってんけどな、直してくれてんねや。亀裂、あ、ここだけをだから交換してくれてんや。で中身は多分バッテリー交換してないと思います。これだけだから気ぃつけてって言われたんで省いたんでね。まあ25,000円で何年ぐらいかな、3年ぐらい使ったんかクリアになったんで、またいい意味で良かったとは思います。そんな感じです。で帰ってきてまた一つやることがあるんですよ。大体皆さんがその 200g 以上でしたらやってることって国交省の許可申請やってはると思うんですけど、そのだから製品番号をもし入力してたらやり替えないといけないんですよ。でそんな感じで、国交省の DIPS ですねをやり替えてみたいな感じでやると一応それを終了すると多分ある程度は大丈夫かな。それもやらなければいけないんですよ。なのでそれもやってでようやく元に戻るといえばおかしいですけど、そういった形になりますね。だから結構修理とあと許可申請の変更ですね、それもやらないとあかんということですね。そんな感じです。
で僕が思ったことは、やっぱしその谷が結構電波障害発生するんちゃうかなとは正直思いました。その犬鳴さんも結構ね谷になってるんですよ。で今回のところも谷になってて、でちょっとやっぱし危ない、その電波がやっぱしその反射とかあると思うんで、そこら辺でちょっとおかしくなったんちゃうかなとは思います。で今回はやっぱしその 10m で止まった時に無理やり上げないっていうことですよね。今回は僕全然知らなかったんでちょっとチャレンジしてみようと思ってやったんですけど、やっぱりダメでしたわ。そんな感じですね。ということで以上、皆さんも、空撮にはお気をつけてハスキーでごめんなさい。以上、猫と時の時でした。グッドよりチャンネル登録よろしくお願いします。